下段は入った。マジでラッキー。全部外れると思ったのに。ボーナス発動。勝った。あとはリバウンド取って終わりだ。戻ってくるか。だがボールではなく俺に向かってきて握手だってボールへ向かうべきだった。俺は規則的に動かんぜ。無知の可動域外なら安全。違うね。今ボールを取っても君にかなわない。ワンチャンこのトラップにかける。何バカな。可動域を通り過ぎてロープが絡んできた。こいつ狙ってやがった。でムトをかける。君は本当にすごい男だ。この短い時間の中で多くのことを教わった。君への尊敬で僕は強くなれた。ボーナス発動。奴のシュートは入らない。あの時とは違う。間違った方法でいくら努力しても成長できない。既存の型にはまることで爆発的な成長を遂げることができる。壁を乗り越えることができる。成長の喜びを知った。常に成長するための心構えをしておく。君に教わったことを忠実に実行する。力まない。抜きすぎない。膝を使って片手で真上にジャンプ。一番高い位置で手を離す。ナイス。さあ、ヒーローインタビューです。全帝国同時配信で彼の一言一句に注目が集まります。さあ、心して勝者の雄弁をお聞きください。新しい帝国の英雄が今ここに爆弾です。そんなん言われたら緊張するわ。我ながらこんな大勢の前でよく戦えたな。大会を振り返っていかがでしたでしょうか。黙っておけばヒーローにしてやる。なんですって大仙堂テレビさん。ヒーローインタビューで黙っておけって？僕は何を黙らされてるんですか？まず言わせてください。この決勝は引き分けで、うちのチームが7点減点された時、武藤選手はミスジャッジと判断し、こっちが7点分追いつくまで待ちました。その時2点ずつ取っていたので8点分入りました。1点はおまけだと彼は言いました。あれがなければ少なくとも同点で終わっていました。彼は損してでもフェアプレーを選んだんです。だから同時優勝とまでは言わないけど、彼がここに立って言いたいことを言わせてあげるくらいの権利をあげたいです。それが彼の参加目的でもあるそうなので。何かまずいですか大仙堂テレビさん。大会を通じて僕が学んだことを話させてもらいます。誰でも気に入らない人間を不幸にしてやりたいと思う時があります。標的を叩くことを楽しいとも感じます。だから叩くと儲かる強者が存在し、情報提供する。それを大勢の人が望んでいるのだから。だけど叩いてスッキリしたいというヒートアップした人々の被害者感情を満たすことで強者が利益を得ると、強者は儲けるため叩いてもいい雰囲気を捏造し、弱者を泣き寝入らせる。それが事実無根であったとしても、一方的に流された情報を誰が回収し責任を取るのか。強者は過ちを認めず対面を繕い、なし崩しに闇へ葬る。訪問万能でなく横のつながりによって潰されてしまう。弱者の声は届かず生涯十字架を背負わされます。だけど物は壊れたら弁償できるけど、人の心はそうはいかない。僕たちは一旦怒りにブレーキをかけるべきではないでしょうか。公的な立場は別として、誰かがした過ちは人間の過ちなら同じくらいの過ちを自分も犯すかもしれないんです。その時許されるなら救いになるんです。どんな罪も反省して償えば許されるべきであり、それ以上叩くべきでない。僕は今日から叩かれている人からも学ぶ姿勢を持ちます。そして常に自分に問うてみます。気に入らない人を叩いてスッキリしようとしていないか。罪の意識なく弱者を叩いていないか。誰かを不幸にする儲け方をしていないか。自問自答し精査し続けます。何より誰に対しても痛みをねぎらう気持ちがあれば、この人にも嫌な過去があったんだと考えてあげられるなら、人間の存在そのものに敬意を持てば誰かを叩く必要などないはずです。結局叩くことは未熟な精神の表れだと思います。加えて過ちを認める勇気を認めることです。間違ったらお詫びをする。当たり前だけど難しいんです。フェアプレーを尊敬しましょう。でないと次の犠牲者は自分になるかもしれないと考えます。っていう言い方でよかったですか？大仙堂テレビのダの字も出しませんでしたが、何か黙ってたらヒーローにしてくれるんですか？ラッキースターだとさ。言い訳を考えてあげよう。長くなりました。武藤選手に変わります。あれ？助かった。首の皮一枚で助かった。これにてアスリートスタジアムを閉会いたします。おめでとうデストロイヤー、おめでとうクロス。うわ！最高！
予告ギャロンもあるし、もう日本に帰りたくなくなってきた。最高って、なんでまたここなんだシムロフがお前に5億ギャランを要求して裁判を起こした。そんな、正当防衛じゃないですか。シムロフはお前から絡んできたって主張している。実際怪我しているのはあっちだ。お前が正当防衛を主張せずアスリートスタジアムに出場したことも裁判では不利に働く。武藤のじいさんに証言を頼むが長引く可能性もある。総帥の迷惑にもなりかねんからしばらくそこで過ごしてろ。そんなおはようございます。また今日からあの地獄のような生活か。あれ皆さんどうしたんですか？あなたに仕事なんてさせられません。アスリートスタジアムの優勝者に対して、アスリートスタジアムはもう終わったし、残るは撤収作業だけです。クロスさんは、ここで働く必要などありません。どうか今までのご無礼をお許し。ここでもう少し働かせてもらえませんか？ここで働きたいんです。なんで？自分を試したいんです。よろしくお願いします。おっしゃった通り、クロスは例の言葉を言いました。そうか、出してやれ。ダメ元で聞きますが、一体どういうからくりかご教授願えませんか？君が言った通り、自分への批判に対して集中力がないから成長しない彼が、成長体験によって批判に集中するようになったのさ。批判されると傷ついていた。だから壁にぶつかるたび諦めていた。心の中でできない言い訳をしていた。そんな受け身で無気力だった彼が、成長で壁を越える経験をしたことで自分にもできることを実感したからだ。まず基礎を徹底的に反復して型にはまる。がむしゃらな努力ではなく、上手い人がどうやってるかを見て学ぶ。積極的に教えを請う。行き詰まったらゼロから自分を見直す。自分で工夫する。その過程で受ける批判は全て成長の糧にできる。そうなると挑戦したくなる。スポーツで学んだことは実社会で役に立つ商社だ。サクリン殿下。我が局に強制捜査と放送免許を剥奪とはどういうことですか？これは政府による検閲ですぞ。検閲ではありません。放送内容に手を加えるわけではない。放送後に内容が違法であると認定しただけです。報道の中立を守る第三者委員会へ大仙堂テレビ局内から情報漏洩がありました。委員会からの告発による刑事訴追です。何？情報の中には準決勝終了後に流された会話の編集前の記録もありました。会話はツタガワ氏とガオラン氏の他に第三の人物がいます。ガオラン氏が局を開けて花道を頼み、局最上階で社長にもタメ口の彼が敬語の相手。言葉こそ発してないものの消去法で勝力5000強暗算しかいません。闇賭博に関与した発言も認められました。機関の身辺もこれから洗いざらい調査させていただく。第三者委員会だとわしは知らんぞ。そうでしょうな。白風デンゼルフの編入前にできた任意団体ですから。おかしいではないか。編入前になぜそんなものがあるのだ。サクリン寮にテレビ局は一社もなかったはずだぞ。小僧貴様、ツタ側と司法取引して情報息のかかったミニタに流したのか？どうやってツタ側と直に連絡を、しかも破棄する前のタイミングで、まさかあいつか？全部あいつが、銃座が。これを機にスポンサーへの不買運動があり、複数の団体が大仙堂テレビへの訴訟を検討中です。オーナー兼社長であるあなたの責任問題にもなるでしょうね。世論が変わったのです。変えたのはあいつだがな。また、憲法裁より違反の指摘が数百件ありました。検察は国営時代に遡って実態調査するそうです。5000教員の逮捕確保されよ。悪質な改ざん、変更報道、世論操作、利益誘導、腐した権力による後ろ盾あればこその違反黙認だったのだ。我が領内では断じて許さん。潔く市直の手に委ねられよ。こんな横暴があっていいのか？我が帝国の放送局の発展の最大の功労者はこの私だぞ。怪我したのもな。待てその録音はきっとガオランとツタ側が捏造したんだ。そしてツタ側が口封じでガオランを自殺に見せかけて殺したんだ。わしは関係ない。聞いたか今の。あ、半径10メートルに聞こえた。なんだ？勝力、危機を殺人教唆の容疑で告発する。ガオラン氏は生きている。銃座殿下の通報により、ロッカールームで首を吊っているところへ警察が踏み込んで一命を取り留めた。意識が回復次第話を聞く。あの日密室に誰がいたかも判明するだろう。今の機関の発言はその裏付けとなる。ガオランが死んだって、いつ知った？関係者と実行犯と殺害完了報告を受けた者しか知り得んのはずだが、テレビで見たのか？大仙堂テレビは一時再国有化の後、官民連携で公共放送局として再開させる。放送による表現の自由を保障する。ただし放送権は公共の福祉のために利用し、乱用してはならない。先順位にて放送法の改正に関する有識者会議を開く。民間からの参加申し込み並びに陳情は広く受け入れる。国営時代の反省を踏まえ、一方的で無責任な情報の垂れ流しを阻止するため、報道についての法令を付け加えることを検討する。可能な限りの情報源と引用、参照元の提示、署名、訂正、反対意見の記載義務など、放送事業者は自主的自律的に放送法を遵守して編集することを肝に銘じてもらう。事情作用なき組織に出した場合は第三者機関が調査する制度設計を検討する。報道の中立性から逸脱した報道があった場合の罰則規定案をまとめよう。いえな。
勝力が逮捕された。よって白風伝デルフ及びその衛星34州がサクリに取られた。もうよい、ジュータを殺せ。お待ちください殿下。取られたら取り返すまでです。銃座の持つアルティメイトチェーン及び衛星州で肩代わりいたしましょう。殺すのは失脚させてシオン殿下にぬかづいた後がよろしいのでは。元より暗殺は最終手段でございましょう。どうか計画の実行日までお待ちください。最後に勝つのは殿下でございます。どうか怒りをお鎮めくださいませ。くー。うまくいったようだね。私を見る目も変わったかね。陛下の足の裏は美味であるという味覚の持ち主かと思っていたが、なかなかどうして気骨があるとしておきましょうか。忌憚なきご意見をありがとう。で、今少し返事に猶予をいただこう。腹の底に手がつかねば雲を構えざるを得ませんからな。偶然で片付けるには2つ3つ納得しかねるくらいには勝力の一人負けが過ぎ、奴がヤブヘビを打つとなぜ分かったのですかな。先日メルが権力者に罪はつきものだ。鎌掛けが成功したのはたまたまさ。青少年への加害は証拠はおろか噂すらなかった。奴の洗脳術と隠匿工作は完璧だったよ。あれがなければ民主化の流れは生まれなかったはず。老快な老害のやりそうなことだと思ったのでって結論じゃ腑に落ちないかね。腹は割らんが結果で答えるからよしとしてくれ。次はパフォーミングラウドだ。あの顔面コロナタラドナルド国選強化。